こんにちは。どうぞ。はい、アジサイは花びらではなく正式にはガというのですが、わかりやすく花びらと言って説明していきますね。今回使う生地は木綿です。これが花びらの型ですね。で、布バナーに使う生地はのり入れしてある生地を使用します。型を取るときはバイアスに立っていきます。でも円状のこういうお花の型の時はバイアスといっても関係ないので、そのまま生地の無駄にならないようにね、型を取っていきます。なるべく一度にたくさんカットして手間を省きたい方なので、今回はこういう風に6枚重ねて印付けをしてカットしていきます。はい、で鉛筆でね、型を印付けしていっていいんですけど、私はこういうチャコペンシルがやりやすいので、このシャープペンシル形式のね、このチャコペンシルを使っています。はい、ではね、こう角を止めます。それから印付けをしていってください。こんな感じでね、カットする時はこの印の中をカットしていきますので、鉛筆で十分だと思います。ただ少しこう残っていたりするものはね、簡単に消えますので、このチャコペンシルがあればそれが利点ですね。まずこんな感じで描いていきます。
はい、でカットする時はこの真ん中をねホッチキスで留めて固定してからカットしていきます。でまだまだ印付けして花びらいっぱい作っていくんですけど、ちょっと時間を省きましてなるべく印の中をカットします。もうここでね大きさが少し変わってしまうと出来上がりも全然違いますので、なのでね鉛筆でも全然大丈夫なんですよ。綺麗にカットしてくだされば。はい、はい、でどんどんカットしていきます。ではホッチキスを取っていきます。染めた後にホッチキス取ってもいいんですけど、今回は先にホッチキスを取りましょうね。ちょっと生地が染まりにくい感じなので、はい、こういう風にピンセットで取ってもらってもいいですし、ホッチキスのねこの後ろについてあるこちらでホッチキスの針を取ってもらっても大丈夫です。では染色に入ります。染色の色はこういう感じなものを、粉のものですね、これをお湯に溶いて使っていきます。一色だけではなくてね、いろんな色を少しずつ混ぜ合わせたりして作っていきます。ではこういう色味で、昨日ちょっと染めてみたんですけど、こういう色味で染めていきましょう。でカットして余った生地を見本みたいにしてちょっと色試し塗りしたりして使ってくださいね。端の方に余った布がありましたよね。はい、で最初ちょっと色止めをしていきます。少し渋いっていうかちょっとくったりしたアジサイが作りたいので、ちょっとこういう色味を入れていきます。結構ね染色指に色がついちゃうので、爪の中に入ったりね、私はへっちゃらなんですけど手袋してやってみてください。ビニール手袋ね、透明の。結構色が入るように裏も確認しながらねやっていきます。
ね。そうなの、ビニール手袋やこういうピンセットを使いながら丁寧にやってください。私は全部指でやってしまってるんですけど、でもね、こういう風に指でこうなじませたらいい感じになるんですよはいね、いろんなのがあった方がいいので、いろんな染め方で、はい、いろんなとこに色入れてください。で、筆はね、この中にポツンとつけたままにせず、上側に置くときはこう置いてください。染みすぎちゃうのでね。で、またこう裏も確認しながら、はい。可愛いアジサイになればいいですね。色を入れるとき、ちょっと端から端からこう入れるようにね、気持ちいい。はい。はい、ペップを染めていきます。では今回、グリーンにするかブルーにするか茶系にするか迷ったんだけど、少しね枯れ感とかアンティークさを出したいので茶色にしていこうと思います。で、ペップを染める前にはちょっとこのペップのこの先がね結構溶けちゃうんですよ。なのでアルコールで少し湿らせます。こちらのねアルコールを使ってください。本当にほんの少しでいいんですけれど、ここに少し垂らしてで小分けにしてね、ちょんちょんと含ませます。出るかな。
でこのままパラパラと乾かします。赤が出てるかな。パラ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 でこの先が乾くまで少し置きます。それから染めていきましょう。ではパラパラと乾いてきましたのでね、染めていきます。少しずつ手に取ってで筆の水気を少し落として叩きます。でもたもたせず素早くトントントンってでまたこの人たちもパラパラと乾かします。はい、こうやって染めていってください。では花びらの裏からそれぞれ中心に向かってカタカナのハの字を書くように強く当ててください。カタカナのハの字を書くような感じででさらに裏に返して中心に一つコテを強く入れます。この中心のコテで花びらがスーッと立ちます。こんな感じになります。で布花はこうではなければいけないっていうことはないのでコテもランダムに当ててみてください。こういうふうにハの字こちら側からかけたら裏にして今度はこちらからコテをかけるとかでお隣は同じ感じそのお隣も同じ感じでこのまま真ん中にコテを一つキューッとでどんどんコテを当てていきます。コテをお持ちでない方もアジサイは作れます。この花びらの中心をちょっと持っていただいて少しねじるんですよ。こういう感じででまた裏に返してお隣をこっちからねじるこういう感じでくたっとさせてドライのアジサイを楽しむこともできます。もちろんコテを当てた後にですねちょっとこうひねります。
そしたらより一層こうドライな感じが出るので、コテを当てた後にもやってみてください。もちろん先にちょっとひねっておいて、そしてコテを当ててもいい雰囲気が出ます。ドライのアジサイはねちょっとクシュッとしているので、クシュッとしたクシュクシュ感を出しながらコテを当てていってみてください。はい、はい、花びらにペップを通していきます。こんな感じでね、先ほどのペップを半分にカットしてもらって、それを入れていきますね。目打ちを使ってもらって花びらの真ん中に穴を開けます。それでペップを通します。この時硬いのりの方を使ってください。硬いのりと薄い柔らかいのりがあるんですけど、硬い方ののり、それを使ってくださいね。この時ちょっとほんと少し心を込めて可愛い形になるように、こういうちょっとどうかな、ちょっとこう可愛い感じになるようにね。これを無になってやってみてください。お友達とおしゃべりしながら作っても楽しいですよね。ペップが入りました。はい、こんな感じです。で、次は花びらをこういう風に3枚4枚5枚と束ねて、28番ワイヤー、これ半分を添えて薄絹でまとめていきます。ワイヤーは私ちょっと今日は茶色いワイヤー使ったんですけど、この28番ワイヤー、ベアちゃんやお人形、コサージュ用にと小さめのアジサイですので、ワイヤーも柔らかいワイヤーを使います。オブジェのアジサイをお作りの時はワイヤーを少し硬い太めのものにしてください。茎巻きしますね。薄絹をベージュに染めています。それを茎巻き用にと、67ミリですかね、それぐらいでカットしていきます。こういう風に耳をホチキスで留めてもらってカットしていったら切りやすいです。茎巻きですが、ペップのこう束ねた時ね、ペップの下を少し残してワイヤーを添えて巻いていきます。ちょっとこう雰囲気、風に揺れる可愛さが出るぐらい
ここのペップを少し、ペップの長さをね残して巻いていきますね。で後でこれを一つにまとめるので、茎巻きの薄絹の長さは5、6センチと短めにしておいて巻いてください。はい、では茎を巻いていきますね。でお花の色合いとかを見て組んでいきます。でこの時一番ご自分のねお気に入りの子をちょっと高めにして見せるように、で全てこう平行にもうなんかカチカチってかっちりしなくって、ちょっと上にしたり下にしたりして高低くをねつけます。でワイヤーを添えてもらって、でここでちょっとのりつけてまとめていきます。これってのり見えるかな。ごめんなさい、私は指でいつもやるので指でいきます。でこんな感じでまとめていきます。はい、ちょっと同じ色グループにしたり、でもこの子かわいいね。この子私お気に入りなので、この子とそうこの子とかかわいいね。ね、でこれ結構ね指の力とかも使うしいいと思うの。老化防止、綺麗なものを見ながら老化防止なんちゃって、こんな感じで結構ねお人形さんに合う色合いになってきたと思います。これにあと葉をつけていくんですけど、はい。でね、今回は木綿で、作ったんだけど、そうビロードで作ったり、あとサテンで作ったりしたらまたね雰囲気変わるので、いろいろ作ってみていただきたいです。少し大きめの花びらで作ったアジサイがこんな感じや、あとこんな感じで全然雰囲気も変わってきますので、お人形に持たせたりするちっちゃめのアジサイと、あと少し大きめにしてほんとねオブジェとかにして楽しんでいただけたら嬉しいです。で今回は今日はここまでにして、あとちょっと宿題で次回葉っぱの方をやっていきたいと思いますので、はい、これをちょっと頑張って作ってみてください。ではここまでしたらちょっと肩甲骨回しとか、あとこうキラキラ体操してみてくださいね。はい。